もう春じゃというのに肌寒いの。気候が狂っているのかもね。世の中の動きにこうして。確かに最近の世の中の動きは少々狂ってきておりますからな。官費の圧政、盗賊の横行、飢饉の兆候も出始めているようだし、世も末えよ、ほんと。しかも王朝では宦官が好き勝手やっておる。盗賊にでもなって好きに生きたいと望む奴が出るのもわからんでもないな。真面目に生きるのが嫌になるが、まあでも大乱は望むところよ。乱に乗じれば私の野望も達成しやすくなるもの。まったくじゃな。今は炎術の逆襲に甘んじてるけど、乱世の兆しが見え始めた今、早く独立しないとね。剣殿が死んだ後、うまうまと我らを組み入れたつもりだろうが、いい加減奴らの下で働くのも飽きてきたしの。そういうこと。だけどまだまだ私たちの力は脆弱。何かきっかけがあればいいんだけど。きっかけか。そういえば作殿、こんな噂があるのを知っておるか？どんな噂よ？黒天を切り裂いて天より飛来する一筋の流星。その流星は天の御使いを乗せ乱世を鎮静す。甘露という占い師の占いじゃな。甘露ってあのエセ占い師として名高い？うさんくさいわね。そういううさんくさい占いを信じてしまうぐらい世の中が乱れとるということだろう。すがりたいって気持ちわからなくもないけどね。でもあんまりよろしくないんじゃない？そういうのって。妖言風説の類じゃからな。じゃが仕方なかろうって。明日がどうなるか、明後日がどうなるか、とんと見えん時代じゃからな。ほんと、世も末だこと。さて作殿、偵察も終了した。そろそろ帰ろう。そうね。さっさと帰らないとメイリンに。何この音。作殿、わしの後ろに。大丈夫よ。それよりサイ、気をつけて。盗賊かあやかしか、何にせよ来るなら来なさい。殺してあげるから。何これ、視界が白く。作殿！戻った？作殿、お怪我はないか？大丈夫よ、ありがとう。でも今の一体何だったのかしら。わからん。あやかしが我らを化かしに来たのか。周辺の状況は？先ほどと変わりは。どうしたの？あそこに人が倒れておる。さっきはおらんかった。あやつがあやかしか？どうだろう。行ってみましょう。作殿、危険じゃん。まったく人の言うことを聞かんお人じゃ。男の子？主よ、あまり老いぼれをいじめんでくれ。
ああ、ごめん。大丈夫？久々に走って心臓が壊れそうじゃん。運動不足じゃない？そうかもしれんの。それにしても、この小僧、どこから現れたんじゃ？さっきはいなかった。だけど気がついたらいた。さっきの光に関連づけるのが妥当でしょうね。光と共に現れた小僧か。甘露の占いの通りということか。占い通りね。ということは、この子が天の御使いってやつかな。占いを信じるならばな。確かにこの世のものとは思えん服を着ておる。あながち外れとも言えんじゃろ。本当なら面白いんだけどね。この場で判断はできんな。どうする作殿。連れて帰りましょう。ほっ、あやかしかもしれんが大丈夫か？本当に天の御使いなら保護する。人に害をなすものなら私が殺してあげる。一石二鳥でしょ？名を挙げるにはもってこいか。作殿の案に賛成しよう。ありがとう。それじゃこの子の連行よろしくね。承った。おかえり、シェレン。あら、お出迎え？帰りが遅かったからね。何かあったの？拾い物をしたの。拾い物？これ。なんだあれは。甘露の占い知ってる？なんだいきなり。確か流星と共に天の御使いがどうのとか。それこの子がそうかも。はあ？シェレン、熱でもあるの？あなたが妖説を信じるなんて。初めはヨタ話だって思ってたんだけどね。この子の現れ方を見ればそうも言ってられなくなって。どういうこと？夜が朝になるほどの光が我らを包んでの。その後にこやつが倒れておった。状況からして光と共に現れたとしか思えん。なるほど。それで連れて帰ってきたと。ええ、本物の天の御使いなら孫家で保護するのが定策。あやかしのものなら私の手で殺す。どっちに転んでも得でしょ？名を得るには最適の煮えか。わかった。扱いはどうする？本物なら孫悟に天の血を入れるわ。血を？どういうことだ？天の御使いの子孫、その風評を得るためにこの子には種馬になってもらう。また突拍子もない考えを思いついたものね。孫悟千年の大計のためよ。天の意志を孫悟に仕える武将たちに宿す。諸人が食いつきそうないいネタになるでしょ？本物ならばね。秘計を持たせるための手段としては確かに上策かもしれないけど。この子きっと本物よ。私の勘がそう告げているの。あなたの勘の良さは認めるわ。だけど全面的に賛成はできないわね。ま、こやつを尋問してからおいおい扱いを考えたらどうじゃ？そうしましょう。郊外殿、
すまんがこやつを適当な部屋へ。おう。扉に2人、窓の外に2人、詰め所に10人ほど詰めておけばよいか？それで十分でしょう。あとシェレン、何？あなたは明日までこの男に近づかないこと。いいわね。先読みしすぎ。あなたの行動なんてお見通しよ。約束してちょうだい。了解。じゃあ2人ともこの子のことよろしくね。相変わらずなお方じゃな。夜部屋に忍び込むつもりだったんでしょうね。油断も隙もない。らんまん娘のお守りも大変じゃの。あなたこそね。違いない。では黄金よ、わしも行くぞ。お疲れ様でした。孫作を入れないようにくれぐれもよろしくお願いしますよ、郊外殿。おう。お、目が覚めたか小僧。気分はどうだ？怪我はしとらんか？ん？わしか？わしの名は郊外、あざ名は幸福という。以後見知りおけ。郊外じゃ、あざ名は幸福。お主、ちゃんとわしの言葉を理解しとるか？なんじゃ？ここは慶州南陽、我が主孫作殿の館よ。となんじゃ？慶州じゃ。まさか慶州を知らんとでも言うんじゃなかろうな。なんとまあ。お主一体どこの出身だ？東京の浅草？なんじゃそれは。そんな言う聞いたことがないぞ。それは一体どこの州にあるんじゃ？そうじゃ。よくわかったの。
ここは孫作殿の館。聞き直しの多いやつじゃの。一発で覚えんかい。そうじゃ、かの有名な孫作殿じゃ。何をごちゃごちゃ言っておる。お主、名は？名前じゃよ、名前。姓は本、名は豪、あざ名が数とか。あざ名がない？ではさらに質問じゃ。昨日の夜、あんなところで何をしていた？この町の外れ、最近盗賊が出ると噂が出ている場所じゃ。どういうことじゃ？何をブツブツ言っとる。わしの質問に答えられんのか？お、起きてる起きてる。おはよう少年、気分はどう？その割にはハキハキ答えるのね。私は孫作、あざ名は白府。この館の主よ。うなる前にまずはあなたの名前を教えなさいよ。珍しい名前ね。私も意味がわからん。あなた何者なの？言っていることの半分も理解できんな。だね。もしかして狂人かな？ねえカズト、あなたが倒れていた時のこと聞いた？なら説明してあげる。昨日の夜、偵察に出ていた私たちの周囲が突然光ってね。気がついたらあなたがいたってわけ。わかった？
私たちもわからない。どうしてあなたがあそこにいたのか、どうして光と共に姿を現したのかわからないから、あなたを尋問してるのよ。そこで問題が一つ。この尋問であなたの素性がわかればよいけど、素性がわからなければあなたはあやかしのものとして処断されるってこと。今の状況しっかり理解したかな？よろしい。じゃあもう一度あなたに質問しましょう。あなたは何者？この世界の住人じゃないとは何じゃ。この時代の人間じゃないっての気になるわね。それどういうことかしら？未来？違う世界？続けて。タイムなんちゃらとかバラ云々に関してはよくわからないけど、つまりは？ますます意味がわからないわね。まあしかし貴様が視覚やあやかしでないのは十分に分かった。まあここまで間抜けな資格はいないだろうし、あやかしって割には結構まともそうだしね。まだ認めたわけじゃないけど、すぐに処断するってのはやめておいてあげる。だけどしばらくはこの部屋に軟禁するから、そのつもりでいることね。よろしい。じゃあ夜にでももう一度尋問するから、今の状況とかあなた自身のこととかしっかり整理しておきなさい。頑張りなさい少年。じゃあ郊外は引き続き警備の指揮を。夜コーキンが帰ってきたら尋問の続きをするからね。受けたまわった。よろしく。では本郷よ、夜までこの部屋より出ることまかりならん。川屋に行きたいときは鈴を鳴らせ。飯も同様。腹が減ったら鈴を鳴らすがよい。夜の尋問でお主の運命が決まる。まあ悔いのないようにな。それでよい。ではわしも行く。おとなしくしておくのだぞ。